はい、どうもこんにちは。とある料理屋、料理長のピエールです。本日はね、この時期、この地域でよく食べられている魚、マダラをさばいていきたいなと思います。実はね、今日こんなでっかいね、ぷっくりした5キロ台のマダラが手に入ったんですよ。なのでね、これは一丁ね、動画を回しながらさばかないといけないなと思ってね。はい、というわけでございます。実はね、去年にも一度マダラをさばいてる動画を上げてるんです。やっぱり1年に1回はね、さばいた動画を上げていきたいなと思って、どうかな？去年より上手くなってるかな？自信はね、結構あるんですよね。結構あるんで、ぜひね、ご覧いただけたらと思います。それでは、本編を、どうぞ！はい、それではやっていきましょう。どうですか、今回のね、5キロって書いてありますけれども。まずね、大きいもの手に入れられたんでよかったです。ねえ、ほら、これ見てください。重すぎてね、持ち上げられなかったですからね。去年撮影した時はもうちょっと小さいのだったかな。今回はね、写真用でくださいって魚屋さんに言ったんですよ。なのでね、このようなね、立派なものをいただけました。見てください、このお腹。ねえ、ぷっくぷくでさぞ立派な白子が入ってるんじゃないでしょうかとね、私この洗いながらもう楽しみになってワクワクしております。まずはね、金田足でこうやってぬめりを取ります。このようなぬめりも匂いの元になりますので、しっかり丁寧に洗いましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、それではさばいていきましょう。本日もね、怪我のないよう全集中で行いたいと思います。まずはね、いつものようにエラを取りまして、それでは腹を割っていきます。オスダラに関してはね、白子が入っておりますので、白子を傷つけないようにね、ちょっとこう優しく腹を開けております。はい、まずこれね、わかります？これニガ玉って言います。ニガ玉はね、割るともう大変なことになりますので、これは注意です。そしてこれが、肝ですね。肝は今度作る寒鱈汁というものに使います。あとは肝と身を合わせた友和えという料理にも使ったりしますね。そしてこちらが胃袋になります。胃袋もね、もう食べれますので、これもね、綺麗に洗って後で茹でますのでね。はい、ここで真打ち登場。タラの一番のメインになりますね。湯引きしてから刺身にしたいと思います。はい、それでは頭を落としまして、洗いやすいようにお腹を開きます。この血合いがですね、料理の味を損なう一番の原因になりますので、ここはよーくきれいに洗います。そしたらね、三枚おろしする前に先にちょっと茹でちゃいますね。肝も胃袋も悪くならないようによーく茹でておきます。はい、そして白子ですね。うわ、熱っ。めちゃくちゃ熱い。皆さんこれね、マジで熱かったです。皆さんも注意してください。片手にカメラを持って茹でようとすると、こういう事態に陥ります。はい、そして氷水でよーく冷やします。はい、では三枚おろしやっていきましょう。まずね、水気をよーく取って、この水っていうのはもう本当に物が悪くなる原因の一つですからね。まあ本当、ここは念入りに水気を取っておきたいところですね。さあ、どうでしょう。去年と比べて上手くなっているでしょうか。結構ね、テキパキやっておりますが、ここでね、刃の入れ方を間違えるとちょっと
こう失敗してしまうんですが、なかなかいい感じですね。いい感じだと思います。ちょっと考えてますね。ちょっと一回包丁止まりましたけど、なんとかね思い出しながらやっております。おそらくねここまで来ればねもう大丈夫じゃないかな。さあどうだ、どうでしょうか。大丈夫そうですね。はい、本人も一安心してるかと思います。この時はねとっても安心しました。やっぱりね動画が回ってる時ってすごいドキドキするんですよね。特に切り口を見せる瞬間がね。さて反対側はどうでしょう。これねもう先にお伝えすると、反対側はねちょっと難しかったですね。なんかちょっと思い出せなかったですね。腹から入れてこの背の部分ですよね。背入れてやっぱりねこのなんでしょう、タラの骨の構造っていうのがね通常のいわゆる一般的な魚、タイだとかスズキだとか、はたまたカンパチ、ブリ、そういったものと比べてですねちょっと違うんですよね、骨の作りが。だからねちょっと入れ方を間違えると身が骨の方にくっついてしまうんですけども、まあなんとかね無事できたと思います。どうです？何点ぐらいでしょう？高額点もらえるかな？はいってことです。あとはねこの中骨はいつものように叩いていきます。これは煮物にしたり、あとは先ほどお話ししたカンダラ汁に使っていきたいと思います。はい、頭もね綺麗にばらしていきます。柔らかくて力を使わずにね開けることができます。さあどうでしょう。こんな感じになりました。刺身で、まず昆布締めを作って、あと残ったので、郷土料理のカンダラ汁、ここら辺のアラとか使ってカンダラ汁、そして、あと白子と身を使って何か唐揚げかなんか作ってお通しにしようかなって思っています。まあ、次回の動画でまた作ります。はい、本日は以上となります。ってことです。まあ何種類かポンポンポンと作りましたので、次回以降ねちょっとお見せできればいいなと思っております。はい、それでは本日は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。おっす。